ヒグマは駆除すべきか。最近日本全国でヒグマが猛威を振るって話題になってます。ヒグマは人間を見つけた瞬間、バチクソ速いスピードで襲ってくる一方で、現地の区役所にはヒグマの動物愛護の迷惑電話をかけて高みの見物をして世界ランクをアップしている冷やかします。ひろゆきさんはヒグマ駆除派ですか、愛護派ですか？人間社会に来た時はとっとと食うべきだと思ってます。はい。結局ヒグマを放置していたとしても人間の被害者が増えるだけなんですよね。で、一回人間の被害者が出たら、じゃあ屠殺しましょうってなって、結局そのクマは屠殺されるんですよ。北海道でいろんな被害を出してるクマも。最終的には屠殺されてたんですけど、なので、人を追って屠殺されるか、人を前に屠殺されるかで、どっちにしても屠殺はされるんですよ。なので、人間の里に降りてきたクマというのはもう撃つしかないよねっていう形で済んでいいんじゃないかなと思ったんです。ヒグマ自体が本当に数が少なくなって保護動物になりましたっていうのになれば、それはそれでまたやり方は変わっていくと思うんですけど、ヒグマが保護動物でもない限りは、人の里に落ちた時点で殺されるっていう運命を背負っていただいて、美味しく食べられてくれればいいんじゃないかなと思います。いや、なんかクマうまいらしいんですよね。例えば、マグロって超美味しいって言われるじゃないですか。マグロがなぜうまいのかっていうと、マグロって止まると死ぬんすよ。マグロってめちゃめちゃでかいんですけど、300キロとかあるんですけど、300キロの筋肉の塊が酸素を吸うにはずっと泳ぎ続けないといけないんですよ。空気を吸うわけではなくて、水中の海の中の海水に含まれている水分をエラでろ過することによって酸素を吸収するので、マグロが300キロの体で酸素を吸うためにはずっと泳ぎ続けないと酸欠で死ぬんですよ。あれだけめちゃくちゃでかい体でありながら24時間ずっと泳ぎ続けてるので、筋肉がめちゃめちゃ発達してるんですよ。なのでヒラメとか海の底にいますっていう魚とかって白身なんですよ。要はそこまで酸素を吸収しなくてもいいから、あんまり動かないから、あんまり酸素も吸わないので、色が白いんですけど、マグロとかってずっと泳ぎ続けて、泳いで酸素を得て、その酸素で筋肉を動かしてっていう形で、血流の中の赤血球、ヘモグロビン多いんですよね。なので、身が赤くなるっていうので、めちゃめちゃ筋肉質で、めちゃめちゃ筋肉を動かした結果、筋肉がかなり進化しているので、なので赤身めちゃくちゃ美味しいんですよ。っていうのがあって、筋肉が強い生き物っていうのは基本的に美味しいんですよね。で、クマってめちゃめちゃ筋肉質なんですよ。象とかも筋肉質なんですけど、でもその繊細な動きをするのは鼻ぐらいで、他の動物って繊細な動きできないですけど、クマって物がつかめるぐらい精密な動きができるんですよ。で、精密な動きができるにもかかわらず、めちゃめちゃ筋肉質っていうのがあって、どうやらクマの手はめちゃくちゃ美味しいらしいのですよ。僕食べたことないんですけど、なので、椅子以外の4本足は何でも食うと言われている中国人も、熊の手は珍味でめちゃくちゃ美味しいよって言ってるので、いつか熊の手食べてみたいなと思ってます。ちなみにイギリスで食人生活をしていた人たちっていうのがいて、洞窟に住んでる一族で20人ぐらいで暮らしてて、通りがかる旅人とかを食ってるっていう一族がいたんですけど、で、その人たちも人間の手がやっぱ一番うまいって言ってるらしいんですよね。内臓とかの肉自体は他の動物とあんまり変わんないですけど、人間の手を超える食べ物はないらしくて、なので旅人の死体とかって見ると、食い残しとか結構あるんですけど、手の部分っていうのは必ず食ってたらしいんで、人間食べる機会があったら人間の手をまず早めに食べた方がいいんじゃないかなと思います。もともとその人食い一族があんまり食べ物を取れない地域で人殺しをしながら食ってたんですけど、他の食い物がある時も人間して食ってたんですよ。お腹が空いて仕方なく人間をしてたわけではなく、美味しいから普通に人間を襲って食ってたっていう。なので人間美味しいらしいので、皆さんももしお腹が空いたらって、こういうの言うと真に受ける人がいるからよくないんでね。はいはいはい。アベプラでも放送されました北海道のクマ駆除猟銃取り上げ問題ですが、地方や行政が地方の人々の安全安心な営みを阻害しているように思います。ひろきさん、この件についていかが思われますでしょうか。クマが出てきたというので警察の人に言われて、猟友会の人たちが行って、でクマを撃ち殺したら、クマを撃った銃の先の方に確か民家があって、民家が先にある状態で銃を撃つのは違法ですっていうので、猟友会の人が免許剥奪されたんですよね。警察官に助けてくれって言われて、熊を撃ってくれって言われたのに、その警察官に逮捕されてないのか、書類送検されて、猟をするハンターの権利を、免許を取られたっていうのがあって、で、そんなのあるんだったらもう猟友会としてはその手伝いできないよっていうので、北海道の方で熊が出ましたっていうのがいても、もう猟友会の方は手伝いませんっていう風になったっていうので、これどう考えても僕警察が悪いと思うんですよね。裁判所としては多分
ルール上は車線上に民家があるところで銃を撃ってはいけませんという法律になってるので、なので地裁では判断すると法律上はこれはやってはいけないことなのでライセンス剥奪だよねってなってるんですけど、そもそもそれはだって警察が撃てって言ったんでしょっていうのだから、そこはなんかね、警察の方が別にじゃあ書類送検しませんとか、じゃあある程度緊急避難だったとかするっていうので、なんで杓子定規なことをするのかなっていう。本当ね、誰も幸せにならない。ちなみになんか最近東出さんは熊を襲いにずっと山の中に入っていたっていうので、たまたま連絡する用事があって、返事をくれました、熊を追っかけてました、みたいなのがあって、熊を趣味にしてるみたいですね。はい。ツキノワグマの被害が増えている中、駆除に対してクマがかわいそうなのと無駄な抗議電話を行う人が多いです。クマがかわいそうだと思うのは誰でも同じですし、抗議電話するくらいなら自分で保護するなり、制度を作るなりすればという見解です。それができないなら限界体制で被害を食い止めるための駆除を批判するなど、現地に住んだこともないくせに被害を受ける側や止める側の立場を考えないなら頭が悪いなと思うんですが、エルクさんの見解はどうですか？僕は言いたいなら言えばいいと思う派なんですよ。ツキノワグマがかわいそうと思って口に出す人も自由だし、ツキノワグマかわいそうと言っている人って頭悪いよねっていうふうに公言する人も、僕別にどちらでもいいと思うんですよ。言いたいことがあるなら好きに言えば。で、僕は頭の悪い人でも発言は自由だと思ってるんですよ。頭の悪い発言をしました。で、それは発言は間違ってるよって言われるというのも当然発言の自由なので認められますよって話なので、ツキノワグマが大事だって言って、そのクマの被害とかを全く気に留めないっていう人がいて、こいつ頭悪いって指さしてみんなで笑うっていうのも含めて僕は発言の自由だと思うので、なので頭の悪い人が頭の悪い発言をする自由というのは僕はちゃんと尊重すべきじゃないかなと思ってます。はい。クマの襲撃がすごいです。殺すなって意見もあるけど、殺しても殺しても追いつかないらしいので、何か手はないですかね。あ、そうなんですか？襲撃増えてるんですか？めちゃめちゃいろんな家畜を食っていて、いろんなマタギの人とか来るんだけど、全然捕まえられなくて、幻のクマと言われていたものが、実はもう殺されていて解体されてたっていう。で、殺したのがマタギでも何でもなくて公務員だったっていう。NHK で出たらしいんですよね。見れてないんで興味はあるんですけど、OSO18 っていうのがその2018年にやって、で、すげえビビリのクマで、家畜とか襲うんだけど、襲って殺しまくってちょっと食って逃げちゃうんですよ。なので、逃げちゃうせいで、なかなか捕まらないと。で、人間の匂いがちょっとでもあると、ビビって逃げちゃうみたいなのがあって、で、その後に骨を、ゴミ捨て場から一生懸命 NHK の人たちが4時間かけて拾って、で、これ熊の骨じゃねえっていうのを調べたら、肉依存症みたいな状態になって栄養失調で、熊として別にめちゃくちゃ強いとかではなくて、むしろめちゃめちゃ弱いやつだったんじゃねっていうオチになったっていうのがあるんですけど、それはさておき、熊の襲撃すごいって話をあんまりだから聞いたことないんですけど、そうなんですか？最近北海道でヒグマの出没が多くなっているようです。ヒグマをある地域に寄せ付けないようにするにはどのような方法があると思いますか？個人的には暴走族を走らせて爆音や排ガスの匂いで寄せ付けないというのが一番効くのではないかと思いますが、ひろきさんご意見いかがですか？ヒグマが出てくるような地域は割と都市部ではなかったりするので、爆音で走る暴走族もそんなにいないと思うんですよ。そもそも北海道に徒歩暴走族というのがいるというのを知らないんだと思うんですよね。北海道になぜ徒歩暴走族という人たちがいるかっていうと、雪が降ると寒すぎてバイクで走れないんですよ。なので、ヒグマが出るような山の中は残念ながらバイクで走れません。なので、爆音で走るということが不可能です。クマを一括りにして警戒するのってヘイトで排外主義ですよね。良いクマもいますよね。野生動物は腹が減ったら動物、人間を含むものを食べるので、なので一括りで危険で僕はいいと思います。野生動物は危険です。良いクマだったら人間を食べないかもしれないとかないです。良いクマでもお腹が減ったら人間を食べます。はい。なので食べられないようにした方がいいと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。